人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。14日を超えると話は変わる。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるって15日目。昨日キー運んだ後眠すぎて爆睡してました。そしたら夜になってて、今ここ朝6時ぐらいですね。昼1時ぐらいから爆睡してたんで少し元気です。今日はね朝10時ぐらいに出発して魚を取りに行こうと思いますので、それまでにくくり罠を設置し直しましょう。俺には魚突きで死んだ知人が4人いる。せいぜい知人は50人。その中の4人だ。つまり魚突きは異常に危険なのだ。木が15日目。この状態で冬の海に入るのは自殺に等しい行為だ。だがそれが本来の野生。くくり罠には15日間1匹もかからなかったのだから仕方ない。そしてもし今日取れなければリタイアだ。今日魚が取れたとしてもこれ以上の疲労状態で素潜りをするのはあまりにも危険すぎる。したがって今日を最後の素潜りとする。つまり魚突きそして狩猟どちらも成功しないと30日間生き残ることはできない。一眼使えねえな。この暗い状況だと超もやがかかってる。普通の設定にするとね、はい、これが普通の設定です。そんぐらいねちょっと暗いんだよね。ライト焚いても映んねえし。ということで行ってきます。 iPhone だったら映るか。 iPhone で今の景色を撮ろう。こんな感じ。ようやく日の出が見れそうな感じですね。はい、見えてきました。こんなんさ舐めてるよね。仕掛けかけてるとこここはかからんやろ。今思えばそう思う。鹿の糞とかね落ちてんだよね。ほらくっそ舐めてたわ。舐め腐ってたわ。でもみんなさ、ここどこに仕掛かってるかわかる？今から取り出していくけどさ、この苔の下でした。人間だったらさ絶対わかんないよね。まあイノシシはね人間の2000倍から3000倍の嗅覚を持ってると言われてますからね、わかるんでしょうね。まあこういうさ鹿がダニを取るためにヌタバって言うんだったっけな、体中にこの泥をなすくりつける作業をするんですよ。なんでここに鹿は絶対にいるはず。まあただね冬なんで今は使ってないと思う。まあ正直ね冬のいいところ蚊がいない、そしてダニが少ない。このサバイバル始まって俺一回も蚊に刺されてません。ただねスズメバチがねいっぱいいるんですよ。はい、2つ目の仕掛けです。ここはさすがにねわかるね。ここです。はい、よっしゃ。じゃあこの半分しかかってるやつを2つ持っていきます。下手するとバネが吹き飛んできて怪我するんで慎重に持っていきましょう。こっからどうだろうな、400メーターぐらい下ったとこにね仕掛けます。そこがね夜寝るときに一番鹿が鳴いてる。はい、3つ目はねこれですね。結構最初の方に仕掛けたところなんですけど、こっちにも獣道がある。そしてこっちにも獣道がある。でここ合流地点で取りましょうと言ってたんですけど、これねおそらくなんですけど雨水の流れ跡でした。雨水の流れ跡に無駄に仕掛けてました。あと一つはねかかりそうな場所なんで、もう一つね4つかけていこうと思います。で多分ね獣道ってああいうんじゃないんだよ。おそらくねこういう山の中にあるここだけさ何もないじゃん。こういうとこが獣道なんだよ。今まで外してた。でそこの左右ね、ここが獣道1で、ここねここが獣道2で、ここが獣道3や。でこの3つに仕掛けていきます。ということでこの下の溝から入れそうなんで下から入っていきましょうか。てかあんな入り口極小のとこでさ鹿取れてさどうやって持ち出すんだろうね。もう後のことは後で考えよう。そしてこれ通れるんかな。ちょっと頑張って行ってみよう。こけたらこけたでいいしな。うわ動けなくなった。両手塞がってるな。なんかヘビいそうなんだけどいないかな。ヘビ食いてー。でも水が流れてるわ。水流す場所あったんだね。よいしょ、どうなってんの。おー、こうなってんの。びっくりなんだけど。うわめちゃくちゃ壮大じゃん。うわここ一眼で撮りたいな。うわ猿の鳴き声聞こえてる。うわ谷になってんだね。すげえ。さてどこに仕掛けるか問題だね。どこに鹿がいるかね確認しなきゃいけないから鹿の痕跡を探そう。おーすげえ。モンハンでしか見たことない水たまりだ。モンハンだったらここに魚がいっぱいいるんだけどな。なんもいないね。いやー落ち葉がいっぱい落ちてて痕跡探しがむずいな。足跡が見えないんだよね。暗いなにしてもあんま奥に行くと運び出すのが大変なんで、なるべく入り口には仕掛けたい。なんだこれゴミ捨て場みたいなのあんじゃん。もともと貯水池だったのかな。さて
ここからくくり罠を仕掛けていく。仕掛ける場所を間違えれば俺は生きていくことができない。もはや一切の余裕はない。持ってきたぜ、狩猟道具。ぬかもね、持ってきました。はい、すべてが揃いました。ガチな話すると、イノシシが取りたいです。北海道の鹿、エゾジカは脂が非常に乗ってるんですけど、本州の鹿はですね、ほとんどね、タンパク質なんですよ。俺は、タンパク質と脂質が食べたいんだよね。で、ラードみたいな形を使って、魚の唐揚げとかも作りたい。だから、イノシシを取りたい。まあ、鹿肉取れても最高なんだけどね。よし、羽織っていっか。あんまりね、人間の匂いがつくと良くないらしいんで、あんまり地形変えないようにね、行きましょう。石の上を歩いていけばいいんじゃないでしょうか。あそこに飛び移れるか？俺の運動神経で。俺素潜り特化型で運動神経良くないからね。素潜りしかできない。あと水泳できるわ。水泳小学校6年間やってたんで。これ無理じゃない？いや、いける。俺の、無理だろ。普通に歩こう。あそこだ、あそこ。ほら、あっちからよくわかんなかっただろうけど、これがね、獣道です。光が差し込んでるでしょ。よし。掘ろう。どのぐらいに掘ろうか。でもここをさ、なるべくさ、出口の方がいいよね。ちょっと俺の生存がかかってるんで、今めっちゃ迷ってます。緊張するな。緊張する必要はないか。ちょっと離した場所にしようか。出口のところも一応できはするんだけどさ、出口すぎると、なんか横にある木とかを倒しちゃいそうなんで、ちょっとね、こっちの方に入ったところをやりましょう。抜き足、差し足でね、行きましょうか。ここにします。ね、これ根っことかがあると、非常にかき分けづらいんですよね。逆光で何にも見えてないかも。それもまた仕方がない。で、土が出てきた後に葉っぱをかぶせるように、ちょっとこの葉っぱも後ろに下げときましょう。なんか変な実がある。食べれそうだけど絶対食べない。よし、ここに決めました。ここに決めた。よし、ここに決めました。これ30センチぐらい掘らなきゃいけないんですけど、地面は根っこだらけで全然掘れないんですよね。ちなみにでっかい根っこがあった時はノコギリで切って、でっかい岩があった時は諦めます。あいつら耳もいいかもしれないからな。拠点の横穴を掘ったおかげでスコップの扱いがだいぶ上手くなってきたんですよね。もうこれ最初掘るのね、1時間とかかかってたんですよ。結構掘りやすかったぞ。これね、ピーンってね、根っこが張ってるんですよ。それを無理やりねじ切る。よし。よし、いいぞ。罠仕掛けられるかな。いやでもちょっとずつ上手くなってるよ。この短期間で成長が著しい。お、いいね。いいね。完璧だ。あとはこの安全ピンを外す。この作業を何回ミスったことか。さて、何度も失敗してきた安全ピン外し、うまくいくのか。でもいい感じだわ。これバコーンって外れるんだよね。外れんといてよ。よし。よし、うまくいきました。幸先がいいですね。あとは丸いやつを入れて埋めるだけ。一応完了やな。しっかりと砂をかぶせていきます。もうこれ人間でも結構わかんないでしょ。よし、1個目完成じゃい。ここでついにぬかを使います。あんまり多すぎると腐ってしまって逆効果になるらしいんですけど、やっぱりどこの人もね結構ぬか使ってますね。いろんな人のね方法があって、ぬかに塩混ぜたりとか岩塩混ぜたりとかいろんなものを混ぜたり調合して作る人も結構多いらしいんですけど、今回はオーソドックスなぬかですね。これをね3つあった獣道全部にね仕掛けて撒いとけばさすがに取れるやろ。ぬかなしで狩猟したかったんですけど、本当に無理そうなんで使うことにしました。いや本当にね悔しい。ぬかもどんぐらい巻くんやろうな。あっち側と山側両方に巻いておきましょう。少ない気がする。もう一杯いく？
もう一杯いっちゃうか。結構大量にね持ってきちゃったからね。外国人さん、これはね米ぬかって言って、米をね玄米から白米にするときに出る粉ですね。まあ田舎にしかないんですけど、精米所に行くとこれがね無料で置いてあるんです。まあ、小学校の頃こんなん誰が使うんやろうと思ってましたけど、狩猟の人が使うんですね。これは結構多めに巻いとくか。獣道の入り口から来ても山から来ても両方引っかかります。これ 100% 引っかかるやろ。俺が踏んでる場所警戒されちゃう。よーし、これで1個や。意外と30分くらいかかるな、1個作るのに。いやーマジかかってほしいな。今一番食いたいもの焼肉だわ。まあなぜ俺がね初日のやつが獣道ではないと判断したかと言いますと、まあ雨の日にねあそこ通ったら、あそこ水が流れてたんだよね。水が流れるところでした。はい、やっと気づいた。で今日ねあそこの横にある獣道、今日行ったところは地形で言うとこんな感じになってて、ぐんと谷になってるんだよね。谷になってて、ここに1個2個3個と獣道があるところ全部に仕掛けてやったぜ。俺は明日イノシシの焼肉を食べ、そしてイノシシの油で鹿の唐揚げを作ってやる。あの3つの道どれか使用するやろ。まあ、ここのこうなってるところのこの1個仕掛けたところはなんかね土が硬すぎて掘れなかったんで、ちょっとね威力が弱い仕掛け方をしてしまったんで、まあ、空弾きする可能性がね非常に高いんですけども、今までの何倍もね取れる可能性ありますから。そしてまあ今ね元気に喋ってるんですけど、魚釣り行く前はねアドレナリン出ますから、まあ一番やっぱ魚釣りしてる瞬間が楽しいんで、前回潜ったところね潜ろうと思うんですけども、前回潜ったところむっちゃくちゃベートいました。ベートってね特定の魚を表す言葉じゃなくて、とにかく小魚のことですね。で小魚を追っていろんな魚がね群れてくるわけ。あれはクエとヒラマサ絶対おるよ。ちょっとヒラマサ取れてさ、油ノリノリのヒラマサ食ったらさ、ちょっとこれもう感動ものじゃない。ちなみにね気温計持ってきてるんですけど、夜の気温今3度とかです。まあ、冷蔵庫は5度のところ、冷蔵庫より冷たいところに僕います。やばいよね、冷蔵庫より冷たいところにいます。もう寝るときズボンも4枚履いてますから。で今回はですね、まあ手盛りね、まあこんな感じのシャフトを3本つなげてだいたい4メーターぐらいにして使ってるんですけども、前回潜った感じ透明度微妙なんで、まあヒラマサ手盛り長い方が取れるんで、どうしようかな。この中間のシャフトを今抜くかどうか非常に迷ってる。これを抜くことでヒラマサ以外はめちゃくちゃ取りやすくなる。でもこれを抜くことでヒラマサはほぼ取れない。どうする俺、ヒラマサ取りたい。抜きます。クエにかける。よっしゃ行きます。海岸でこれか、だいぶ荒れてるな。多分1キロぐらい沖に出ないと魚取れないんだけどな。大丈夫かな。ま、行くしかねえか。もう一発や。今回は耐えろ行くぞ。8日目ぐらいだったから、8日目ぐらいは耐えれたけど、これだいぶ冷たいぞ。アホやろこんな中身入るの。うわー、波が強い。寒っ。寒すぎる。そう、9日目に入った時は結構海がねあったかかったんですけど、体感的には21度ぐらい。しかし大雨が続いたせいでたったの6日間で一気に水温が下がってしまいました。雨自体は気温と同じ3度。とにかく海面が寒いんです。そして14日間ほぼ何も食えてない限界の体に追い打ちをかけるようにとてつもなく海は荒れていた。取れなければリタイア確定。果たしてマサルは魚を取ってくることができるのか。さて最後の素潜りが始まりました。いや本当にねめちゃくちゃ寒くて、なんとか体を温めようと爆速で足ひれを漕いでるところです。まあ皆さんね、こんだけ紫ウニがいると、うわーいいなー食べたいなーって思うじゃないですか。ただね、地元の人曰く身が詰まってなくて全然美味しくないんだよねって言ってました。まあ時期もねあるんでしょうね。食料の海藻も今の時期はないですからね。さて魚がいそうな場所まで泳いできました。ここまでおよそ20分。今日はベートは全くいないですね。魚が取れなければリタイアですから、なんとしても取りたいところ。まずは水深5メーターぐらいで体を慣らしていきます。まあ普段はこんなことしないんですけど、なるべく安全に潜るためにやってみてます。で意外とねこういう感じで海底で待ってるとキジハタが出てきたりとかもするんですよ。前回目の前で逃げられた雪辱を果たしたいっていう気持ちもねめちゃくちゃあります。
キジハタがいないのはいいんですけど、だいたいこういう場所ってタカノハダイかメジナがいるんですよ。ここまで1匹もつける魚が見つけられていません。若干焦ってきました。そして今回生き延びるためにはある程度魚を取る必要があります。最低でも3000キロカロリーは必要でしょう。最低目標は3000キロカロリーとします。さて、ここでついに魚を見つけました。潜行開始。イシダイの群れですね。これは絶好のチャンス。しかも好奇心が高く、かなり近寄ってくれています。これはつけるぞ。狙いを定めて、ヒットならずと、千載一遇のチャンスを逃してしまいました。おそらく拾うと外れたら終わりだという緊張感からでしょう。魚はたくさんいる。そして深く潜ることもできる。しかし手盛りが魚に当たらないんです。どれだけ疲れててもこんな当たらないことないんですよ。本当にだいぶ今焦ってます。コブダイの真上から接近して狙うも逃げられてしまう。実は当たらない要因がもう一つあるんです。メジナが波で流されてるのを見てわかる通り、海底が洗濯機みたいになってるのも一つ要因ではあります。体の向きが安定しないんで、反射神経で打たないと当たんないんですよね。ここで選択肢は2つ。間違えればリタイアは確定。1つはこの波に慣れること。もう1つは波がない場所を探すことです。と、ここで何やら白い物体が。こちらはミノカサゴですね。もう波に揺られすぎて死にそうになってますね。さて、ここで1時間が経過し、タカノハダイを取ることにしました。波で体勢が整わないですが、タカノハダイの進路を予測して、ヒット。さて、ようやく1匹目の魚をゲット。こいつは650キロカロリー、達成率 22%。さて、タカノハダイに森が当たったことで波に揺られながら魚を突くのに慣れてきました。浴衣旗がこちらを見ている気配を感じています。近づいてみても浴衣旗と全く同じ泳ぎ方。こいつは茹でるとうまいんだ。狙いを定めてヒット。当たりどころも完璧。やっと腕が戻ってきました。しかし何でしょうこの魚は。初めて見ます。引っ張り上げてみるとまさかのクエでした。クエの幼魚って海底だと模様ないんだね。これはね初めて知りました。クエは大きくなってほしいんでクエって分かってたら打たなかったんですけど、いつもとフィールドが違うとやっぱ難しいですね。とはいえ300キロカロリー獲得。達成率は 31%。 早くも3分の1を達成と、ここでついに大物に遭遇しました。息を整える時間はない。潜行開始。こいつは2キロオーバーのイシダイだ。絶対に外すわけにはいかない。そういう時はど真ん中を狙う。ぶち抜け。よし、このイシダイのこのサイズは嬉しすぎる。今まで頭を狙って何度外されたことか。いやー嬉しすぎる。このサイズのイシダイは脂が乗っててめちゃくちゃうまいんよ。このイシダイね、冒頭のイシダイと全く模様が違うんですけども、イシダイは大きくなるとこんな感じで口が黒くなってしましまが消えるものと、普通にしましま模様のまま大きくなるやつもいるんですよ。ちなみに口が黒くなった個体を一般的に口黒と言います。さて、このイシダイです。1500キロカロリー獲得です。達成率は一気に 81%。 あと1匹魚を突くことができれば最低限の食料がゲットできます。そして今度はとある魚の巣を見つけました。潜行開始。映っている魚はイシガキダイとイシダイです。かなりの数がいますね。海底でじっとしてると寄ってきますんで待っておきましょう。寄ってきて横を向いたところをヒット。
意外とでかいですね。1キロ超えてますね。この魚は石垣鯛。こいつもうまいんですよ。そしてこの石垣鯛で700キロカロリーを獲得。ついに目標の3000キロカロリーに到達です。というわけで食料調達完了。まだサバイバルを続けていくことができます。いやー、リタイアにならなくてよかった。そして今日はやっとご飯をたらふく食べられそうです。嬉しい。いやー、まさか日本の森がこんなにね、食料事情が厳しいとはね。正直魚つきなんて絶対に行ってやるもんかって思ってたんですけど、まさか2回も行くことになるとはね。ただ喜ぶにはまだ時期尚早です。取れたのはあくまでもサバイバル続行最低限の魚に過ぎません。そしてちゃんとしたサイズのクエも取れていない。ここからはクエ狙いに徹することにしました。果たしてクエは取れるのか。さてクエを探していきます。クエを取るには基本的に上からは見えないので、ひたすら潜って海底で探すことになります。クエはいきなり現れてくるので油断は一切できません。クエがいました。泳いで逃げていったやつなんですけど、あれはちょっと小さすぎますね。ここでクエを発見。森を向けた瞬間に逃げられてしまいました。なんか見た感じ4キロぐらいありそうだな。悔しい。でもなんか後ろにクロダイがいるんでつきましょう。ヒット。クエが下にいるので急いで仕掛けを直します。クロダイってめちゃめちゃ動き早いんですけど、なんかこの洗濯機みたいな海で疲れてたのかな。こんな簡単にクロダイが取れるのって超珍しいですよ。ということでクロダイは700キロカロリー、合計は3850キロカロリーとなります。さてあの大きい岩の下にクエがいることは分かっています。なんとしても絶対にクエを取りたい。そしてクエを食べたい。あまりにも寒すぎて息が続かなくなってきましたが、潜行開始。岩の中にいるのは石鯛や石垣鯛ばかり。お前らも美味しいが、俺はクエが食いたいんじゃ。確実にクエはどこかから俺を見ているはず。こっちが見つけ出せないはずはありません。こうやって浮上する時もクエを探していきます。とこの浮上中に実はクエを見つけてしまいました。さてあとは己のスキルのみ。一発でも森を打ち込んで外してしまえばクエは穴の中に引っ込んでしまう。一発限りの勝負。そしてなぜかここでまたミニクエが出現してきました。かわいいなこいつ。そいつは無視して本命を狙っていきます。来た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 。当たれ頼む。ヒット。これは嬉しすぎる。まさか適当に入った海でたった2時間半でクエが取れるとか、これとんでもない奇跡ですよ。よっしゃー。あー嬉しい。いやー、かなり美味しそうなサイズですね。楽しみやな。でお腹触った感じかなり脂乗ってそうだったんで、こいつは3000キロカロリーっていうことにしときましょう。というわけで今回は大量です。目標のクエが取れた上になんと6850キロカロリーの食べ物をゲットすることができました。これでだいたい25日までは耐えしのぐことができそうです。あとは鹿がかかってくれるのを祈るのみですね。しゃー、クエ取れた。やったぜ。やったぜ。やったぜ。
魚、7キロぐらい取れました。やったー。そして、今、食欲と睡眠欲、もう異常な量で両方が来てる。もう今すぐ全部むさぼり食いたいっていう俺と、さばかずにもう寝た方がいいって思ってる俺、二ついるんですよ。まあでもね、さばいていこうかなと思います。ちょっと待って。ねえ。今海から帰ってきたんだけどさ、これバッテリー繋いでて、これリングライトね、ここ刺してるんだけど、もう、四つ腕壊れたんだけど、つかない。なんでやねあれついてない？ついてねえよ。これの iPhone のライトの反射じゃん。ライトの反射でついたように見えたけど、ついてねえよ。なんだよこいつ。防水機能ねえのかよ。こいつに切れてもしゃあないか。どうしよう。今 YouTuber としての俺は、やっぱ食べるシーンは重要やから、もうリングライトなくて撮影できないんだったら、明日の朝まで待って食べるべきやって思ってるんだけど、俺個人としては、もう動画とかよくない。もう食べたい。どんだけ腹減っとんじゃ俺。ふざけんなよリングライト。いや食べるわ。みたいな感じになってる。食べない。この、ちょっと薄暗い感じで撮影すればいいじゃんってね、思うかもしれないんですけど、このライト、最後の撮影用のライトなんですけど、これあと 3% ぐらいしか充電がありません。終わってる。もうしゃあないなぁ。仕方ないな。おい、いつまで飯食ってないと思うんじゃ、ボケ。YouTuber 根性として明日食べます。はい。そして、干し柿でね、僕懲りたんで、ここは夜、とんでもなく閉めるんで、一夜干しならぬ、一中干しします。昼間干します。一中干しや。明日全部一中干しにして保存食にします。